私はあなたの棺と囁く。そのフォルムは残酷なまでにサディスティック。対価は速度。リスクは命。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は VMAX 製、ブラバム BT52 を制作しますよ。半年以上前から発売を待っておりましたが、待ちすぎてすっかり忘れていました。視聴者様のコメントで教えていただき、購入することができました。お値段は少々お高かったですが、絶版キットと社外でカールを揃えることを考えると、まだ安く購入できたと思えます。とんでもない形でお出迎え。このマシンの特徴そのものですね。このキットは以前は大島から発売していたとのこと。時代は流れ、巡り巡って、再販されたと思ったら他社から発売。プラモ業界ではよくあることなのでしょうか。シャシー関連のパーツがやたらと多い印象。スクリーンではなく符号と言った方が正しいのでしょうか。フォーミュラでは珍しい形状のパーツ。ボディ関連のパーツは少ないので塗装が楽な予感。塗り分け必須かと思いきや、デカールで完遂できるようですね。ものすごく丁寧なデカール指示。他社様にも見習っていただきたいですね。VMAX のマックスさん、勝手に命名しました。新築無害な顔してますが、きっと本性はマットマックスみたいな鉢でございます。配色図はクレオスとタミヤに対応しております。なんという優しい心遣い。模型業界の鏡ですね。説明書も丁寧に描かれている印象。最近はやたらとパーツ数が多いキットばかり作っていたので、このくらいざっくりとしたキットだと安心します。バラバラのリアウィングの組み立ても久々。今回はどんなイライラを体験できるか楽しみです。パーツ数は標準的。この程度なら徹夜でフラフラになりながらも仕上げることができそうですね。それでは制作スタートでございます。アローシェイプと呼ばれる特徴的なフォルム。空気抵抗を極限まで削減するとこうなったらしいです。シャシーは反ってますね。新発売のキットでございます。塗り分けラインかと思いきや、ただのパーティングラインでございました。おめでとうございます。シャシーの反りは気になりますが、無駄なあがきはせず進めていきましょう。このパーツは薄いので、うっかり引っ掛けて割らないように注意。ほとんどが白に塗るだけの簡単な施工。あとはデカールにお任せ。急げばあっという間に完成できそうですね。この安心できるパーツ数、逆にこんなに少なくて、本当に形になるのか心配になります。案外針が多く下準備に時間がかかりました。普段見ないような B 級映画を見たり、旅系の YouTube で行った気になったり、ど田舎なので深夜でも大音量で音楽聴いたり、プラモがついでになれば気分も楽でございます。フロントウイングの組み立て。矢印みたいな形。いろんなパーツが独創的すぎますね。隙間ができるのでクランプで締め込みます。しばらくはこのまま放置ですね。色分け作業も楽なもんです。あっという間に終わりました。ホイールのデザインが激渋すぎます。最近はこういうホイール見なくなりましたよね。アルミとカーボンファイバーを併用したモノコク。なかなか良い再現度だと思います。
ものすっごく長いシフトリンケージ。ワンミスでポキッと折っちゃいますよ。切り終えたランナーをきれいに束ねて捨てるのが好き。エンジン周りにも針が多数。しっかり削り取らないと部品がはまりませんでした。とんでもないところにも針がございます。最近はこういうキット作ってなかったので新鮮。研ぎ出しに使った紙や巣を再利用。研磨力が落ちているので、削りすぎたくない箇所にちょうどいい感じです。パーティングラインを削り落としましょう。目立たない程度に削れました。カウル裏には艶消しブラック。常にストック必須。塗装ブースのフィルターをようやく掃除しました。水が滝のように流れるブースを試してみたいです。裏を黒く塗る必要なんてないと思うかもしれませんが、薄いプラスチック製のカウルは少しの光で透けてしまいます。白などのボディカラーだとカチッと仕上がりますよ。塗料が飛散した箇所は、タミヤのアクリル薄め液で簡単に落とせます。裏なんて見えなくなりますが、それなりにマスキングして飛散防止。まあこんなの適当で大丈夫ですよ。ガイアのアルティメットホワイト。最近どこにも売ってないので困っています。白に白を塗る全く面白くもない映像。深夜3時半。夜が明ける前の静寂に包まれた瞬間。徹夜の疲れと憂鬱が心を覆います。そしていつものブラックロードを終え、帰宅の扉を開き、部屋に入ると、模型製作の道具が並ぶテーブルが目に入ります。私は心躍らせながら道具を手に取り、今夜もふわふわと心が軽くなるのでございます。純白な写真を塗装します。その美しい響きは黒金色。きっと上流階級のように気品がある色。と思ったらドブと変わらない色でした。細かいパーツはセミグロスブラック。カーモデルで一番使用率の高い色ですね。そして一番面倒な塗装なので、ランナーから切り離す前に、一気に塗る方が楽かもしれませんね。あとはシルバーで数種類のパーツを塗るだけ。
乾燥させている間にデカールを貼ってみましょう。さすが新品だけあって上質でございます。デカールを貼る順番があるみたいです。この複雑な形状、そして一番目立つ部分が1枚のデカール。この膨らみが厄介ですね。また際どい箇所ですね。これは時間がかかりそうな予感がしてきました。青い花びらが舞い踊るような美しさ。それは繊細で優雅なデザイン。これにデカールを貼れってか、塗った方が早いですよね。今回ばかりは説明書に感情を支配されたい気分。不安と結果が交差する瞬間。どうなろうが知ったこっちゃねえ。想像以上にすんなり貼ることができて、少し残念に思う心の病にかかったようです。そして早くもメインイベントとなる大盤デカール。私の心は高鳴り、興奮と緊張が交錯しています。この複雑で優美なラインに、二次元のデカールを貼るという難題。水につけたら後戻りはできません。デカールフィクサーを塗るテカに塗って。デカールは車体に密着し、その美しさを引き立ててゆくのでございます。しかしこの想像を絶する難易度。この惨状をどれほどのモデラーが犠牲となったのか。あまりの過酷さに言葉を失います。幾度となく続く微調整の連続。焦りが溢れ出し、感情や感覚が麻痺して、また明日の朝を迎えそうでございます。このデカールは品質がとても良く、ドライヤーを使わずとも、軟化剤で複雑な形状に追従してくれます。ミラーの取り付け穴に針をぶ刺します。結構な時間を費やしましたが、予想をはるかに超える仕上がり。徹夜した甲斐がありましたね。スクリーンを取り付ける余白が必要なので、その調整が難易度を上げていました。このデカール品質だからこそできたと思います。またとんでもないデカールがやってきました。なんだこの細さ。ぬるぬるにしておきましょう。素晴らしい耐久力。そして素晴らしい密着力のデカール。どうしてメーカーによってこんなにも品質に差があるのでしょうか。うっかり水滴を飛ばしてしまい、急遽貼り付けることになったウィングの翼端板。フィラはイタリアのビエラで生まれたスポーツブランド。パルマラットはイタリアの食品会社。以前作ったブラバム BT50 にも貼りましたね。ただいま。そしてまた一日が終わり、静かで短い夜の時間が始まるのでございます。
このキットのデカールはよく考えられており、うまく貼ることができれば、タッチアップの必要もございません。こんなところに貼れるわけねえだろと思っていましたが、あっけなく密着してくれる優れた柔軟性。リアウィングの翼端板裏にもデカール。インダクションポット部分も難易度は高そうです。正確にセンターを狙うのはもちろん、先に貼ったラインと確実に重なるように、ここさえクリアできれば終わったも同然。すずめさんの鳴き声が聞こえてきました。また朝がやってきたようですね。とても小さな BMW のエンブレム。白く不格好だったスクリーンが変貌を遂げます。たった3枚のデカールでこの仕上がり。薄い隔壁を隔てただけの防御力。その脆さが美しさを引き立てています。メインスポンサーを務めたパルマラット。そんな強大な企業も2000年代に事実上の倒産をしていたそうです。BMW について詳しくないのですが、当時からMパワーというワードを使っていたのですね。こういう部分もデカールで解決できます。何が何でも塗装させない主義、その心意気さすがでございます。イタリアのジュースメーカーのサンタル。シチリアで収穫されるブラッドオレンジが大変美味とのこと。ナンバー5はネルソン・ピケ。このマシンでチャンピオンに輝いたそうです。後に1987年にもウィリアムズ・ホンダでチャンピオン獲得。ターボ時代の王と呼ばれたそうです。私生活では数多くの女性関係があったそうで、なかなか馬やらしい人生を謳歌したようですね。ブラバムのロゴマークはとても攻撃的でかっこよいです。シンプルながらも難易度の高いデカール作業の連続。貼り終えたのはまたしても深夜。たまには就寝してみようかと思います。最近 EX クリアがどこにも売ってないんですよね。砂吹き2回、本塗り3回で許してあげました。メーター周りは至ってシンプル。超ハイテクも良いですが、このくらいの装備で争うレースがかっこよいです。シートベルトはデカール仕上げ。タミヤのシートベルトオプションを持っていますが、面倒なので使ってないんですよね。ホイールを取り付けたら見えなくなるブレーキ周り。塗装もほどほどでございます。
墨入れでほんの少し立体感を出します。ラジエーターにも墨入れ。表面張力の様を眺めるだけの作業。こんなボーナスタイムがないとやってられません。激渋ホイールがさらに洗練されます。林レーシングみたいでゾクゾクしますね。説明書にはなかった施工。熱対策を模したシルバーを塗ってみました。サスペンションも適当に塗り分け、見えなくなるのでこだわりません。塗り分けたところで地味すぎて悲しくなってきました。エンジンの組み立て。1499cc の直4ターボ。最高出力は驚異の850馬力。そしてこのエンジンを搭載したマシンの重量は540キロ。ハイテク装置など皆無。3ペダルとも捨てで操作し、想像もできないプレッシャーの中、およそ2時間、300km 先のチェッカーに向けて走り続けるのでございます。現代のフォーミュラマシンとは違い、安全性も皆無に近い構造。しかし当時はそれが最先端。モータースポーツの黎明期を走ったレーサーたち。それがいかに危険なスポーツであったか想像に難しくなく、命を懸けて走る彼らの妻たちはいつも不安と緊張に揺れ動いたことでしょう。彼女らの視線には何が映っていたのか、夫が走り抜けるコーナーの先にある未知の世界を見つめていたのか、無事にゴールラインを走り抜けて、風になびく髪、額に流れる汗、そして瞳に宿る希望と恐怖を共有していたのか。彼女たちの心境もまた壮絶な時間を過ごしたことでしょう。作業は島割りまで進んでいるようですね。ほとんどのアーム類がパチッとはまってくれません。このあたりの組み立ては時間を費やしました。穴を拡張することは当たり前。やっとパチッという音が聞けましたね。組み立ててから塗装するべきだった液体。睡眠不足は判断を鈍らせます。ろくなことがないですね。モノコックの組み立て。なんだか無意に難しく設計しているような気がします。そして微妙に合いが悪く苦労しました。リベットなのかボルトなのか。ずらっと打ち付けられている姿はとても上品。この荒々しいデザインはとてもお気に入りです。塗って正解だった写真。
ラジエーターにもナンバー5を貼ってみましょう。しっかり押さえつけてぐりぐり。このキットは元々の設計が古いのか新しいのか、妙にこだわった作りになっている箇所があります。ラジエーター周辺の再現度がやたらと力入ってますね。こんな場所もデカールで完結できる配色。よく考えられて素晴らしいです。仕上げのクリア塗装も終わりました。フォーミュラとは思えない佇まいに目が離せなくなります。サイドパネルを先に貼り付けてからアム類を装着します。とても貧弱で今にも折れそうです。強小なスペースにすべてを押し込む構造。これより前方は、ドライバーが乗り込むだけの弾丸のような形状。それは命が霞むほど綺麗で、フォーミュラの形状としては臨界点に達してございます。燃料タンクの容量まで絞った車体。記載、ゴードン・マレーの非常なまでに美しい設計。木の葉のように飛び出そうとするマシンを押さえつけるウィング。典型的なフォーミュラキットの組み立て工程。動画ではすんなりと作業は進んでいますが、何度もパタパタと倒れて規制を上げていたのは秘密。タイヤの質感は素晴らしく、パーキングラインがうっすら見える程度。ほんの少しだけ削ってきました。とても綺麗に塗れたクリアにしばし癒されます。しかしよく見るとみっともない姿もございます。軽くあしらって差し上げましょう。今回研ぎ出すのはこのカウルだけ。この程度ですと就寝前のひと手間でございます。また外が薄ぼんやりと明るくなってきました。なのに心は深い海に漂う孤独を感じます。世界から仕事なんて爆発してくれたらいいのに、それは幸せを運ぶ豪華となるでしょう。
いつものようにセラミックコンパウンドで磨き上げます。あらお上手。自分でも感心するほど楽に仕上げることができました。木漏れ日からの光が乱舞してございます。フォーミュラキット史上最長のシフトリンケージ。知らんけど。カウルが閉まるのか心配になってきました。ホイールはボルトで固定します。予想通り硬くて回らなかったので、棒やすりを突っ込んで穴を拡張する拷問、下準備をしておきました。神秘的なフロントウィング。闇の中で静かに形作られていきます。すべてのパーツが魔法の糸で結ばれていく様。ほんの少しの手間が次第に形を麗し、車として極限のフォルムを作り上げてゆきます。複雑な幾何学的造形であっても、それはこのマシンを作り上げた人たちの知識と創造の融合体。その過程は星々が宇宙の闇に浮かぶように壮大。そして苦しいほどに美しい。最先端も数秒後には過去の創造物。天才たちが私たちの目の前に現れ、そして私たちを驚嘆させてくれます。進化は光の帯となり人々を熱狂させ、時には無機質なマシンの美貌に酔いしれることを実感します。これは終わりなき進化への探求。そしてまたフォーミュラは激動の時代が始まるのでございます。なんという心地よく暴力的な美しさ。ブラバム BT52。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。